皆さんご機嫌いかがでしょうか。本チャンネルでは数式モデリング技術の重要性と有用性を啓蒙する動画を配信しています。私が動画配信を始めたのは2002年7月でした。以来2年間にわたり個人事業の仕事の合間に動画作成を行ってきました。塵も積もれば山となります。前回の動画が100回目の配信となりました。今回の動画では配信の節目として本チャンネルを改めて簡単に紹介するとともに、これまでのコンテンツを振り返り、どのような話をしたのか、また今後どのような話を予定しているのかをまとめたいと思います。私のチャンネルの名称は熊野風産チャンネルです。この由来について説明しましょう。何年も前、私が冬に茶色の分厚いパジャマを着用していたことから、子供が私を熊と呼ぶようになりました。そこで、これを私の名前の頭文字と組み合わせ、熊野プーさんを真似て、熊野風産チャンネルとしました。チャンネルのアカウントマークにギターを持った熊の写真を使っています。これは私が趣味の一つとしてクラシックギターを弾くからです。ずっと前に学生からプレゼントされた熊のキーホルダーにギターを持たせて画像を作りました。私が演奏した曲を動画中に挿入しようとしましたが、動画をアップロードする際に著作権の問題で弾かれてしまいました。これにより曲の挿入はやめることにしました。ただし、前回の動画で女性ダンサーがフラメンコを踊る際に挿入した短い曲は弾かれることなくうまく挿入できました。私の動画配信は数式モデリングの重要性を啓蒙し、一人でも多くの人がこの有用な技術を習得できるようにすることを目的にしています。この技術は皆さんの仕事や身の回りで起こっている事象の観察においてきっと役に立つと思います。現在、私はいくつかの会社で技術支援を行っています。実験を主体に開発研究を行う人は、できるだけ多くの実験データを積み重ねて問題解決を図ろうとします。しかし、このやり方では無駄な時間を費やすことが多くなります。そこで私は数式モデルを作ってシミュレーションを行い、その結果を示すことにより、会社スタッフが対象システムの特徴を理解できるようにします。これにより、そのスタッフはその後の実験を効率よく行うことができるようになります。また、シミュレーション結果に基づき、すでに得られている実験データの矛盾を指摘することもあります。会社スタッフは開発中の仕事の中身のすべてを私に教えてくれません。ある時、私がシミュレーション結果から実験データの矛盾点を指摘したところ、スタッフは意図的に隠していたことを暴露せざるを得なくなりました。理にかなった数式モデルを作れば、システムの本性が見えてきます。これまでに100個の動画を配信したものの、皆さんは本チャンネルで学ぶことができるものをまだはっきり理解できない状態にあると思います。この一つの理由は、私が皆さんに伝えたいことがまだ 20% 程度しか配信されていないからです。数式モデリング技術を家づくりに例えて説明します。
これはおよそ1、設計、2、建築資材の入手、3、基礎作り、4、建築、5、完成した家での生活の順番で進んでいきますね。これまでの話の内容は、数式モデル作成の原理などを説明する1番目と、物理現象、化学現象を司る基礎理論の紹介を行っている2番目と3番目がほとんどであり、4番目に少し手がかかる程度となっています。5番目は私が本動画で最終的に実践したい内容です。いつか皆さんから解析したいシステムを募集することにします。私たちの身の回りで起こる現象、学校での科学実験、会社での製品開発などを題材に数式モデルを作り、シミュレーションにより対象システムの特徴を明らかにする過程を実演します。夏休みの理科実験のテーマの提案も面白いですね。実際に簡単な数式モデルを作り、計算方法やレポートのまとめ方を表示することができると思います。本動画の内容は一般向けするものではないため、フォロワーが限られてしまうことは分かっています。しかし、少しであっても数式モデリングに興味のある人に視聴してもらいたいですね。世界中の学生や研究者がこの動画の存在に気づけば、それなりの数になるのではないかと思います。そこで、日本語だけでなく英語での字幕を入れています。研究に必要な計算技術やネタを含めているため、大学の研究者はこれらをうまく取り組むことで論文の執筆へつなげることができると思います。動画の内容は的を絞らず、思いつくまま気が向くままに順位不動で決めています。これが本動画の内容を理解しにくくしていることは事実です。しかしながら、同じ話題を続けるならば、それに興味のない人は離れていくと思います。そこで私は後者を重視して動画を作っています。これまでに配信された動画で興味のあるものだけを視聴するには次のようにしてください。最初に適当なブラウザーで@user-pt8vn4jp2z をキーワードとして検索を行います。これにより、例えば図のような私のチャンネルのウェブページが表示されます。これをダブルクリックすると、私のウェブサイトが開きます。次に、選択項目中の再生リストをクリックします。そうすると、章ごとにまとめられた動画の一覧が表示されますので、この中の興味のある章を選んで視聴してください。現在は12章が最終章になっていますが、将来的には14ないし15章くらいになると思います。また、これまでに割り当てられた1章から12章までの間に、まだ使われていない章があります。これらにも近い将来、内容の異なる動画を挿入します。第12章では、数式モデリングに関わりのない人にも私のチャンネルに目を向けてもらうため、私が海外で体験したこと、日頃考えていることなど、
砕けた内容の動画を上げることにしています。さて、これまでにお話しした内容にはオリジナル性の高いものがあります。私の経験によれば、これらは論文として公表できるレベルにあると思います。例えば次のようなものです。1、化学反応速度をべき乗則型式で表すことができる理由。2、近似のないミカエリスメンテン式の誘導とその特徴付け。このようなレベルの高いアイディアを含むものを今後も配信していきます。また、少しばかりオリジナルのあるものは次の通りです。3、ミカエリスメンテン式のような因的な解しか持たない微分方程式において、解積解と同等の精度の計算値を与える超高精度計算法。また、すでに私が執筆した本で記述していますが、多くの人が知らないものは次の通りです。4、自然界で起こる現象が E のべき乗で変化する理由。5、ミカエリスメンテン式を誰でも導くことができる系統的な方法。6、基質濃度がミカエリス乗数と等しいとき、0.5 次であるミカエリスメンテン式の性質。さらに、認知度がまだ低く、しかしきっと役に立つものは次の通りです。7、実験データなしにシステムの特徴を明らかにすることができる無次元式に基づく解析方法。8、ニュートン・ラプソン法に勝る S システム解法による方程式の根を探し出す方法。9、数値微分を超高精度で行う複素微分法。10、ネットワークシステムにおける定常状態感度計算法。以上、今後も多くの解析法、数値計算法などを分かりやすく紹介したいと思います。どうか粘り強くご視聴ください。本日のお話はこれで終わりです。いつもご視聴いただきありがとうございます。わからなかったら遠慮なく質問してください。チャンネルの登録をお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。